おはようございます。阿部義俊です。今回もそのワタレックスタイルという、カメラで1本撮ったらその編集も何もせずにそのメモリカードを PC に挿してそのままそのメモリカードから直接 YouTube にアップロードしてしまうっていう、最小の手数で動画を1本作るというようなスタイルに、挑戦してみています。1本目のやつはその全然でしどろもどろだったんで、結局聞くに耐えないということで編集をやってしまって、2本目のやつはまだ、このカメラのメモリカードに入っていてまだアップロードも何もまだ見返してもいないんですけど、その撮り終わったついでにちょっともう1本撮ってみようと思って、これが3本目なんですけど、2本目のやつはマイクが、カメラのマイクをそのまま使おうと思っていて、ただ今ここにシグマの FPL が、あって、でそれに、古い SA マウントの 50mm の F1.4 をつないでいて、いわゆるそのアートラインとかになる前のシグマの、金色の帯とかがついてる古い方の 50mm の F1.4 なんですけど、ちょっとなんだろうな、試しに使ってみたら思いのほかなんとなくこの画面の落ち着きが良くて、これでしばらく行ってみようと思うんですけど、50mm なんでカメラがすごい遠くて 1.23 メートルぐらい先にあって、なのでマイクが遠いんですよね。なので、その FPL 本体の、マイクの音声は多分小さくて使えないと思うんで、一応今安いマイクを、ちょっとなんだろうゲーミング PC の方になんか予備的につないでいたやつをちょっと外して持ってきて、有線でつないで、ちょっと机の近くに置いて、音声がちゃんと取れてるかどうか試してみます。ちょっとそれでも遠いな、なんかこの辺に置きたいんだけど、ここに今机ここに置くにはちょっとケーブルの長さが足りないし、ちょっと自分の後ろになっちゃうし、なので、ちょっと遠いんですけど、これで、撮れるかどうか試してみます。で今回の話は初回の話の続きというか、そのトラベラーズノートで手帳習慣が身についたと思ったら途切れちゃった。で、再びその習慣化を取り戻すために試行錯誤するの続きです。前回はそのセットアップ的にガチャガチャするな。このパーカーのそのフィフスっていうお気に入りのペンをちょっと傷つかないように袋に入れて、でそれアップルのクリーニングクロスをちょっとこいつここに金具があるんで、それが、机を傷つけたりしないように、つけておいて、それをこのウカンムリクリップっていうので挟んで、持ち歩くというような、スタイルをとっていたわけですよ。だんだんだからそのいろいろと工夫したくなって物々しくなって、で結果的に手帳を開いて書くまでの手数がどんどん増えていったわけですよ。それこそだから写真家の西田航さんという方が考案したこのワタレックスタイルっていうのは、だからその、何かを始める時のその多分やらなきゃいけないその手数を最初にすることでハードルを下げるというか、取りやすくするとか、そのたくさん取れるようにするとか、そういうことだと思うんですけど、だから今僕はその逆の方にこの手帳に関してなっていて、なんかその手帳が好きになっていろいろ凝り始めた結果、なんか細かい道具がいっぱい増えていって、で、ちょっとお気に入りのいいペンを常に持ち歩きたいみたいになった結果、でも傷つけるの嫌だからって言って袋に入れたりとかしてるうちに、手帳で何か書くためのスタートがもたつくようになったわけですよ。だからそんなことも、忙しくて手帳の習慣が途切れたってこともあるんだけど、この辺りも手帳の使用頻度が下がる、原因の一つになっているような気がして、ここをちょっと見直してみようと思って、現状ちょっとウカンムリクリップはめちゃくちゃ便利なんで、なんとか持ち歩きたいとは思ってるんだけど、こいつでかいんですよね。なんかこれのだから本当に昨日も言ったけど、半分とか3分の2ぐらいの大きさのミニウカンムリクリップを出してほしい、もしくはそれに近いような何かがあるといいんですけどね。で今ちょっとこれを、外して、今のこのパーカーのこの傷つかないように袋に入れて持ち歩くみたいなものもやめて、でちょっとこれはだからその
これまた何度も話してるけど、30年ぐらい前に大学に受かった時に父の知り合いの多分どなたかがちょっと名前を分からなくて失礼しちゃっていますけど、当時はなんかボールペンとか万年筆とか興味がなかったんで、ありがたいと思いつつも使いどころがなくてずっとほったらかしになっていたやつですけど、マイスターシュティックのそのボールペンで万年筆とセットになってるやつですけど、こいつをまた使うことにして、こいつはなんか、リフィルをまた話が横にそれてきたな文具王の高畑さんか高畑さんかが、考案されたリフィルアダプターみたいなものに、入れてジェットストリームを中に入れて、使っています。でこいつは、僕のやつに入れるとちょっとガタつくんで、マスキングテープを巻いて補強して、それによってガタつきをなくしましたよと。もうあとちょっとこの伸ばした時のそのボールペンがもうちょっと長く伸びてくれるといいんだけど、ちょっと一工夫できたらいいですけどね。そんな感じでこいつを手帳の内側に挟んで持ち歩けば、とりあえず滑って落っこちることはなかろうと。何かまたちょっと安全に持ち運びつつすぐに書き出せる方法をちょっと模索しますけど、で、一応こいつは、これだとここが膨らむので、厚み調整のためにちょっとこれを挟んどくとそれが少し緩和されるんで、こんな感じで持ち歩くことで、少しその書きやすいというか広げやすくしてみようと思っています。ついでにクリップは、こういう三角のコーナークリップを、持ち歩くことにしました。これだと、完全に広げきれないけど、とりあえずちょっとでもページが上がってくるのを防げればいいかなと。もしかしたらこれがだから2つ必要になるかもしれないですけどね。また2つとか言い出すとまた面倒くさくなっちゃうんだけど。であとは習慣化とか毎日書く習慣を身につけたいみたいなことが自分の中ではちょっと前に出過ぎていて、逆にそれが習慣化を途切れるきっかけになったんじゃないかなということを昨日だらだらと無計画に喋っている中でふっと喋ったことが自分の中でなんかいい気づきになっていて、習慣化って何かっていうと、データ的にはどのぐらいだっけな、60日ぐらい連続してやると人間ってそれが習慣として身について、その習慣として身についたものはたとえなんか面倒くさいことであっても、面倒くさいなとか嫌だなとかやりたくないなみたいな感情が、湧き上がらずに淡々とこなせるようになる。だから、勉強とか運動とか何か瞑想とか自分にとってのいい、行いを習慣化できると人生にとって大きなプラスになるよみたいなことが、その自己啓発系の話の中でよく出てくるわけで、手帳なんかもそうですよね。その書き物をして自分の考えをまとめてみたり、あるいは自分の中で不完全燃焼になっている感情とかを、ジャーナリングって言いますけど、文章として書き出していくことで、ちょっとモヤモヤがすっきりするみたいなものとか、そういうことをやろうと思って、手帳を習慣化するんだってことを息巻いていたわけですけど、でそれが結構うまくいってたんだけど、ある日ふっと途切れてみるとちょっとあっという間に途切れてしまって、で何かっていうと、習慣化ってそういう面倒くさいなとか嫌だなとか大変だなとか、そういうネガティブな感情もフラットにしてくれるんだけど、楽しいとかワクワクするとか、そういう感情も逆に言うとフラットな方に下げちゃうわけですよ。なので僕は文具とか手帳とか万年筆とかがめちゃくちゃ好きで、熱が上がっていた時期はすごくそれが日々それを触ってなんか書き物がしたくてしょうがなかったので、日々続いていたわけですよ。だけどそれが習慣化してしまうと、その毎日のワクワクとか楽しいとかも逆に言うと下げちゃったわけですよ。それで、習慣化が途切れる原因の一つになっていたということに昨日喋っていて、そういえばそうだ、習慣化ってそういうことだよなと思って、あと気がついて、なので手帳を書くっていうことを、習慣にしたい、日々の習慣にしたいとは思ってるわけですよ。なんか仕事始める前のちょっとしたルーチンの中で今日やることを、紙に書いてまとめてみるとか、
YouTube こうやって喋る時のその台本を作るまでいくと、僕はなんか硬い喋りになっちゃって、その今言ったみたいなちょっとした自分でも気が付かないような思いつきみたいなものが全然出なくなっちゃうんで、できればアドリブで横道にそれてばっかりですけど、アドリブで喋りたいんですよ。だけど、大雑把に今日喋りたいことは大体こんなことみたいなことを2つ3つ箇条書きにして書いとくぐらいのことはしたかったりして。そういうものを、その手帳を使ってやりたいなと思っていたわけです。で、その習慣化にしたかったわけですけど、そこで昨日だから喋っててそうだと思ったんだけど、今やろうとしてるのは手帳を書くとか、その書くっていう一番楽しい部分は習慣にしちゃダメなんだっていうことに気がついて、なので今やろうとしてるのは、だから絶対に持ち歩く。で例えばここ今仕事場ですけど、主に今パソコンで絵描く作業をやってるんで、パソコンに向かう時間が多くて、こいつの、出番自体は今なんだろうな、使おうと思わない限りはなくて、カバンの中に入れっぱなしになりがちなんだけど、絶対にここに来たらカバンから取り出すんで、そして、例えばここに今タブレットがあって、デジタルの作業をしてるわけですけど、30分に1回とか45分に1回一応なんかタイマーかけてちょっと一服入れるみたいな、サイクルにしようとしていて、その時にこいつが手の届く場所に、置くようにする。で習慣化っていうのはだからそこまではその習慣にしたいわけですよ。要するに書くっていう作業、何を書こうかとかどんなことを書こうかとか、その部分は楽しいことなんで習慣にしちゃダメで、その前の段階、手に取るところまでをうまく習慣の中に落とし込んでいくようにしようと思って、今なんだろうな、喋ってみるもんですね。なんか自分の中ではすごく腑に落ちるというか、自分がその習慣化が途切れてやった時の自分の感情とか、今その習慣化を復活させようと思ってあれこれ考えている時に、なんかいい気づきを得られたなと思って喋ってみるもんですね。なので今やろうとしてるのは今言ったみたいに、書くことは習慣化しない。ただ手帳を手に取るとか目につくところに置くとか、書きやすい状態で例えば開いておくとか、今やってるみたいに、書こうと思った時に素早く書けるセットアップにするとか、なんかそういうことを、なんか習慣にしようと思って、だからその自分の中でなんだろうな、習慣化のコツが分かった気がしますね、一つ。なので実際これからそれを実践してうまくいくかうまくいかないかみたいなことは今後また喋ってみようと思いますけど、今ちょっと、そうだな、いい気づきをもらったなという感じで、喋ってみるのもいいもんですね。ということでした。マイクでちゃんと声が入っているかどうかは今からチェックしてみます。ありがとうございました。ではでは。